天井内換気システムを作ってみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。排気システム全体図。2階平面図です。左にトイレ A、右にトイレ B があります。トイレと中間の物置に天井点検口を設けて中間ダクトファンを3台設置します。室内、天井内、外気の各温度を監視して天井内の温度をコントロールします。排気口を増やしたくないのでファン2台をパラっています。いずれのファンも点検口から点検交換可能としてあります。ファンからは天井内のできるだけ高いレベルまでダクティングします。2階の天井を3分割した地点までそれぞれダクトを配管します。室内線は最寄りのダクトに接続します。外部には排気口の他に吸気口を2箇所設けます。これらは吸気口だけでダクトはありません。このようなシステムです。電気システム図。実体配線図です。ユニットの接点をシリーズにつないで 100V のマグネットを制御します。ブレーカーを通してコンセントを設置します。アダプターを経由してユニットに DC12V を与えています。電源や出力は一旦端子台を経由して接続します。画像で再度示しますが、上から外気、天井内、室内の各温度ユニットです。ダクト配管断面図。室内ファンの取り付け詳細図です。ファンの指示詳細図です。ネダで気節材に指示します。A トイレ周りのダクト配管詳細図です。B トイレ周りのダクト配管詳細図です。物置の天井内です。トイレ A 同様にファンを指示します。横断面です。ダクトの首を振って吸気口レベルを上げています。このようにベントキャップまで気流が流れます。ベントキャップはわざと外壁材に向けています。全体断面です。この図で排気の流れが分かります。吸気口を上に向けています。3箇所とも同様の方法で設置します。
サーモ基板の説明。温度サーモ APTH031 です。この能力と使用方法に関しては詳しく解説しているサイトがありますので、そちらをご覧ください。右側2つが電源 DC5、12、24V で、左2つが接点出力です。この XH コネクターにサーモをつなぎます。これですね。大きさは 50mm×40mm×15mm で非常にコンパクトです。これを3つ組み合わせて 100V のマグネット回路を作ります。システム構成の説明。作業室専用の分電盤です。分電盤専用の電圧電流積算電力計です。これに関しても他の方が詳しく紹介していますので説明は省きます。飾りで取り付けました。これが換気システム制御盤です。前述のようにユニットを3台使用しています。上から外気温度、天井内温度、室内温度です。中を見てみましょう。DC アダプターからサーモ3台に電源 DC12V を供給しています。ブレーカー経由でコンセントを取り付け、そこからアダプターの電源を取っています。ユニット3台を使って一旦端子台を経由して 100V マグネットを制御します。サーモの表示はそれぞれの温度を正確に示しています。フェース面には強制オンスイッチを設けてあります。端子台の脇から室内温度用サーモを突き出しています。これが室内温度用のサーモです。トイレの壁につけたスイッチです。下の2個を増設しました。室内用換気扇スイッチのほか、天井内ファンの自動運転用と強弱切り替えスイッチをつけてあります。外部のベントキャップ。トイレ A 外部のベントキャップ廃棄です。突き出ているのは外気温用サーモです。排気口には鳥獣対策のアルミメッシュをつけています。これをしないとキャップ下部の汚れで分かる通り、鳥獣が巣を作るのです。取り付けた途端、全てに作られてしまいました。アルミメッシュは加工が簡単なので、
即対応できました。これはトイレ B 側のベントキャップ排気です。トイレ A 側のベントキャップと右に外気サーモが見えます。壁はトイレのパイプファン用のベントキャップです。天井の内部状況。トイレの中に作った点検口です。中を覗いてみましょう。屋根下にはスチロールが敷かれていて、アルミフレキホース100ファイが見えます。どこでも手に入ります。750ミリですが、伸長すると3メートルになります。取り付けた中間パイプファン HF100P です。排気能力は毎時198リューベ、消費電力 110V35W、2220rpm、騒音31デシベルです。強弱切り替え決線仕様です。これを3台設置しています。一方はベントキャップに、他方は屋根裏の一番高いところにパイピングします。ファン本体は L 金具を使って根太で支持材を作り、ボルトで固定しています。ファン重量は 2kg と軽量、コンパクトです。大きさは 20.4 ファイ、30.2 L、16.3H です。非常にコンパクトなので設置も簡単でした。ダクティングは先ほどの軒天井内で展開しています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。